高速度は本当に不変なのか、私たちの宇宙の神秘に迫る。宇宙の最も基本的な法則の一つとされる高速度。秒速約30万 km という途方もない速さで真空中を進む光は、どの観測者から見ても常に同じ速度で進むとされています。しかし、この高速度不変の法則は本当に絶対的なものなのでしょうか。過去には異なる速度で光が進んでいた可能性はないのでしょうか。あるいは、宇宙の別の場所では高速が異なるということはないのでしょうか。今回は、この根本的な疑問について、最新の物理学の知見を交えながら探っていきたいと思います。実は、高速度が可変であるという理論は、ダークエネルギーや重力といった宇宙の謎を説明するために、これまでにも多くの科学者によって研究されてきました。私たちの身近な例で考えてみましょう。電車の中でスマートフォンを落とした場合、電車の中にいる人からは真下に落ちるように見えますが、ホームにいる人から見ると、電車の進行方向に向かって斜めに落ちているように見えます。これは相対性の基本的な例です。しかし、光の場合は違います。電車の中からレーザーポインターで光を放っても、電車の外にいる人から見ても、光の速度は変わらないのです。これは一見すると直感に反するように思えます。なぜなら、物を投げる時の速度は、投げる人の移動速度が加算されるはずだからです。しかし、光の場合はそうはならないのです。これがアインシュタインの特殊相対性理論の出発点となった驚くべき発見でした。この法則は、数えきれないほどの実験で確認されており、現代物理学の礎となっています。しかし、科学者たちは常に懐疑的でありながら、同時に新しい可能性に対して開かれた心を持ち続ける必要があります。そこで今回は、高速度が本当に不変なのかについて、様々な角度から検討してみましょう。例えば、宇宙の過去において高速度が異なっていた可能性や、宇宙の別の場所での高速度の違いについて考えてみましょう。実は、相対性理論が予測する効果は、高速度の変化によって引き起こされているという考え方もあるのです。これは空間と時間自体の変化ではなく、高速度の変化が原因だという考え方です。ここで重要なのは、高速度とは単なる光の速さを表すものではないということです。高速度は、質量のない粒子の速度であり、情報が伝達できる最大速度でもあります。つまり、因果関係が伝わる速度の限界なのです。これは宇宙の隣り合う点がどのように情報をやり取りできるかを決定する基本的な定数なのです。高速度を変えるということは、宇宙の根本的な何かを変える必要があるということです。それは空間と時間の関係性です。私たちは速度を距離割る時間で測定します。例えば、時速 60km や秒速 300m といった具合です。高速度を変えるということは、このメートルと秒の関係を変えることを意味します。ここで問題となるのは、私たちのメートルという単位自体が高速度に基づいて定義されているということです。1メートルは、光が真空中を2億9979万2458トンの1秒間に進む距離として定義されています。また、時間の測定についても同様の問題があります。アインシュタインは時間とは時計が測るものであると述べました。これは、時間とは宇宙の変化の速度を測るものだと解釈できます。例えば、光時計というものを考えてみましょう。これは2枚の鏡の間を光が往復する時間を測る仮想的な時計です。もし高速度が遅くなれば、この時計の進み方も遅くなります。実際の時計も、歯車や電子回路で作られていますが、これらも原子で構成されており、原子の中では電子が高速で運動しているのです。つまり、高速度を変えることは、すべての物質の内部の変化の速度を変えることになり、それは時間の流れ自体を変えることを意味するのです。ここで興味深い問題が生じます。もし高速度が変化して時間の流れも変化するとすれば、私たちはその変化を感じ取ることができるのでしょうか。特殊相対性理論によれば、空間と時間は本質的に結びついており、同じコインの裏表のような関係にあります。高速度の変化が時間を遅くし、鏡の間隔を広げることも時間を遅くするのです。この考え方では、空間、時間、高速度は一体となって変化するため、私たちの尺度では変化を観測することができないことになります。高速度は、私たちが任意に選んだ空間と時間の単位を変換する係数に過ぎないという見方もできます。しかし、高速度の変化が実際に観測可能な効果を持つためには、時間と空間がそれぞれ独立した基本単位を持っている必要があります。つまり、最小の空間の単位と最小の時間の単位が
お互いに依存せずに存在する必要があるのです。もしそうであれば、少なくとも量子スケールにおいて、高速度の変化が空間と時間の関係性を変える可能性があります。1957年、ロバート・ディッキーは初めての本格的な可変光速度理論を提案しました。ディッキーは、重力場が空間時間の歪みによるものではなく、むしろ重力場の近くで高速度が遅くなることによって引き起こされるのではないかと考えました。この考えは、光が密度の高い媒質に入ると速度が遅くなり、その結果として進行方向が曲がるという現象に着想を得ています。これはちょうどレンズの仕組みと同じです。また、重力場の中で時間の進み方が遅くなることも知られていますが、これも高速度の低下によって説明できるのではないかと考えたのです。1957年当時は、一般相対性理論の検証実験はまだ少なく、空間時間の歪みによる説明と高速度変化による説明の両方が可能でした。しかし、現代では宇宙についての理解がさらに深まり、空間時間自体が動的なものであることが分かっています。回転する質量が周囲の空間を引きずる現象や、ブラックホールの衝突による重力波の発生なども観測されており、これらの現象は高速度の変化だけでは説明できないことが明らかになっています。しかし、高速度の変化が宇宙の謎を説明できる可能性が全くないわけではありません。例えば、観測可能な宇宙の端を見ると、どの方向を見ても星や銀河が形成される以前の暖かく滑らかなガスが観測されます。この初期宇宙の均一性は、宇宙のある時点で、すべての物質が互いに接触し、エネルギーを分配して同じ状態に落ち着いたことを示唆しています。しかし、現在観測される宇宙の膨張速度に基づくと、ビッグバン以降、これらの領域が高速で通信を行うには時間が足りないという問題があります。これは地平線問題と呼ばれ、一般的にはインフレーション理論によって説明されています。インフレーション理論では、極めて初期の宇宙において、離れた領域が互いに因果関係を持つことができる距離にあり、通常の高速で情報を共有して同じ温度に達することができたと考えます。その後、宇宙が高速よりもはるかに速い速度で急激に膨張し、その後大きく減速したというのです。これにより、かつては熱平衡に達することができる距離にあった領域が、現在では決して接触できないほど遠く離れてしまったように見えるというわけです。しかし、この問題を解決する別の方法として、過去において高速が現在よりも速かったという可能性も考えられます。これにより、初期宇宙の膨張時にも離れた領域が接続を保ち、均一性を達成することができたかもしれません。もしこの説が正しければ、高速は初期宇宙以降、徐々に減少してきた可能性があります。この高速度の減少という考え方は、多くの銀河が私たちから加速して遠ざかっているように見える現象の説明にも使われています。高速が徐々に遅くなっているため、銀河からの光が私たちに届くまでに時間がかかるようになり、それが銀河が加速して遠ざかっているように見える原因かもしれないというのです。しかし、可変光速度理論には、インフレーションとダークエネルギーの両方を模倣するために必要な高速度の変化を説明する良い理由がありません。1992年、ジョン・モファットは地平線問題を説明するための最初の可変光速度理論を提案しました。彼は初期宇宙における高速が、現在の10の30乗メートル毎秒という途方もない速さだったと提案しました。モファットは、電磁力と弱い力を分離した対称性の破れに類似した理論的な枠組みを展開しましたが、この場合はローレンツ普遍性の対称性が破れたと考えました。この理論では、銀河程度の比較的小さなスケールではローレンツ普遍性が保たれますが、宇宙論的な距離と時間では変化することを許容しています。また、光のエネルギーに依存して速度が変化するという別の可変光速度モデルも提案されています。このモデルでは、より高エネルギーの光子がより速く移動する可能性があり、ビッグバン近傍の超高エネルギー光子は、宇宙の離れた点を接続するのに十分な速さで移動していた可能性があるというものです。宇宙が冷えるにつれて、高エネルギー光子は希少になり、高速が遅くなったという説明です。しかし、私たちはこれまで、異なるエネルギーを持つ光の速度の違いを観測したことがありません。例えば、ガンマ線バーストからの高エネルギーガンマ線光と同じ爆発からの低エネルギー光の到着時間を比較しても、速度の違いは見られないのです。もっとも、この効果はビッグバン近傍の本当に途方もなく高いエネルギーでのみ発現する可能性はあります。これらの理論は興味深いものですが、
実際に検証可能なのでしょうか。一般相対性理論と同じ予測をする可変高速度理論を区別する方法はあるのでしょうか。実は、高速度の変化を探る別の方法があります。それは物理法則における高速度の影響を調べることです。高速度は、例えば電磁力の強さを定義する微細構造定数などにも現れます。この定数には、電子の電荷、真空の誘電率、プランク定数、そして高速度が含まれています。もし高速度が変化していれば、微細構造定数も変化するはずです。しかし、これまでのところ、そのような変化の証拠は見つかっていません。これは過去数十億年にわたって高速度が大きく変化していないことを示唆しています。しかし、可変高速度理論の本当の課題は、物理法則の整合性を破壊してしまう可能性があることです。すべての可変高速度理論はローレンツ普遍性を破ります。ローレンツ普遍性は宇宙が意味をなすために重要な性質です。例えば、電車の中でスムージーを落とす例に戻ってみましょう。この場合、あなたと私は同じ出来事について異なる解釈を持ちますが、重要な側面については一致します。スムージーが特定の場所で床に当たることや、落とされた後に床に当たるなどです。宇宙の基本的な自己整合性と出来事の因果的順序は、ローレンツ普遍性によって保証されています。これを破ると、異なる観測者が出来事の結果について互いに相入れない意見を持つような非論理的な状況が容易に生じてしまいます。また、可変高速度は宇宙の基本的な対称性である電荷、パリティ、時間、CPT 対称性も破ります。これは、物理法則が時間の方向によって根本的に異なって見えることを意味します。CPT 対称性は本当に基本的なものだと考えられており、これが割れる証拠は他にはありません。これらの反論に対して、いくつかの解決策も提案されています。例えば、高速度の変化は完全に基本的なものではなく、水のような密度の高い媒質中での高速度の変化に似ているという考え方があります。つまり、宇宙の屈折率が時間とともに変化したという考え方です。しかし、地平線問題を解決するために必要な高速度の10の22乗分の1という現象を説明するには、真空の濃さの途方もない増加が必要です。さらに、この変化は全ての高速波、つまりあらゆる周波数の光や重力波に等しく影響を与えるはずです。通常の物質はこのような振る舞いを示しません。しかし、これは一つの回避則であり、可変高速度理論の反証を回避する他の狭い道筋もいくつか存在します。現在のところ、高速度が基本的な方法で変化するという証拠はありません。それどころか、それは意味のある概念ではないかもしれません。ただし、この後者の点は、私たちがまだ完全には理解していない空間と時間の量子的性質と、それらの相互関係についての理解に依存します。最も成功した理論の基本的な公理に立ち返って疑問を投げかけることは非常に重要です。ただし、新しい理論は古い理論のすべての予測と同等かそれ以上の説明能力を持つ必要があります。これは、内部的な一貫性が高く、強力な予測力を持つ相対性理論を破ろうとするときには、非常に高いハードルとなります。しかし、相対性理論は量子力学との衝突により、最終的な理論ではありません。したがって、情報が空間時間を通過する速度が固定されているのか、あるいは何らかの方法で変更できるのかを含めて、引き続き疑問を投げかけていく必要があります。ここで、私たちの身近な例を使って、高速度の不思議さについてもう少し詳しく考えてみましょう。例えば、学校の校庭で友達とキャッチボールをしているとき、ボールを投げる速さは自分の腕の力で決まります。もし校庭を走りながらボールを投げれば、走る速さがボールの速さに加わって、ボールはより速く飛んでいきます。これは私たちの日常的な感覚と一致しています。しかし、光の場合は全く違う振る舞いをします。例えば、宇宙船に乗って高速の 99% で進みながら懐中電灯を前方に向けて光を放ったとしても、その光の速さは地球上で静止して測定した光の速さと全く同じなのです。これは一見すると不思議に思えます。なぜなら、宇宙船の速度が光の速度に加算されないからです。このことを理解するために、アインシュタインは時計と物差しの例えを使いました。例えば、高速で移動する宇宙船の中では、時計の進み方が遅くなり、物差しの長さが縮むのです。これは、
光の速度を一定に保つために、空間と時間が調整されているためです。実際の実験でも、このような時間の遅れや長さの収縮は確認されています。例えば、高エネルギー加速器で高速に近い速度まで加速された素粒子は、静止している場合よりも寿命が長くなることが観測されています。これは、粒子にとっての時間の進み方が遅くなっているためです。また、最新の科学技術の発展により、高速度に関する新たな研究も進んでいます。例えば、2024年に開発された最新の原子時計は、1秒の100京分の1という驚異的な精度で時間を測定できます。このような超高精度の測定機器により、私たちは高速度の性質をより詳しく調べることができるようになっています。さらに、光速度と重力の関係についても興味深い発見が続いています。例えば、ブラックホールの近くでは光が曲がることが知られていますが、これは空間自体が歪んでいるためです。これを理解するために、ゴムシートの上にビー玉を置く実験を想像してみましょう。ビー玉の重さでゴムシートがへこむと、周りを転がる小さなビー玉は曲がった経路を通ることになります。同じように、巨大な天体は周囲の空間を歪め、その結果として光の進む道筋も曲がるのです。このような現象は、アインシュタインの一般相対性理論の予見通りに観測されており、2024年までに数多くの観測例が蓄積されています。例えば、2024年には新たに発見された超大質量ブラックホールの周りで、予想以上に強い重力レンズ効果が観測されました。これは、私たちの宇宙理解にさらなる謎を投げかけています。一方で、量子力学の世界では光の振る舞いはさらに不思議なものとなります。例えば、光の粒子である光子は、二重スリット実験では波のような性質を示します。これは、まるで光子が同時に複数の場所に存在できるかのような現象です。この現象を理解するために、プールの水面に波を起こす実験を想像してみましょう。波が2つの隙間を通過すると、その後ろで波が重なり合って複雑な模様ができます。光も同じように波としての性質を持ち、2つのスリットを通過した後で干渉模様を作るのです。しかし、光を1つずつ発射すると、それぞれの光子は1つの点として検出されます。これは、光が波と粒子の両方の性質を持つという不思議な事実を示しています。このような量子力学的な現象は、高速度の本質を考える上でも重要な思想を与えています。例えば、量子もつれと呼ばれる現象では、離れた場所にある2つの粒子が瞬時に影響し合うように見えます。これは一見すると高速度の制限を超えているように思えますが、実際には情報の伝達には使えないことが証明されています。このように、高速度は単なる速さの限界ではなく、私たちの宇宙の因果関係を支配する基本的な法則なのです。最近の研究では、宇宙の膨張についても新たな発見がありました。2024年の観測データによると、宇宙の膨張速度は従来の予測よりもさらに速いことが確認されています。これはハッブルテンションと呼ばれる問題をさらに深刻なものとしています。この問題を説明するために、風船を膨らませる例を考えてみましょう。風船の表面に点を書いておくと、風船を膨らませるにつれて点と点の間の距離が広がっていきます。例えば、事象の地平線近くでは光が予想以上に強く曲げられ、まるで渦を巻くような軌道を描くことが観測されました。これは、強い重力下での高速度の性質について新たな理解が必要であることを示唆しています。さらに、宇宙の大規模構造の研究からも興味深い発見がありました。銀河は宇宙の中で均一に分布しているわけではなく、まるでクモの巣のような巨大な構造を形成しています。この構造の形成過程を理解するためには、重力と高速度の関係をより深く理解する必要があります。2024年の観測では、この大規模構造の中に予想外の巨大な空洞が発見されました。これは宇宙の初期における光と物質の相互作用が私たちの理解以上に複雑だった可能性を示唆しています。量子コンピュータの開発も高速度の研究に新たな視点をもたらしています。量子もつれを利用した通信では見かけ上は高速を超えた情報伝達が可能なように見えます。しかし、実際の情報伝達には古典的な通信が必要で、結局は高速度の制限を超えることはできません。これは、高速度が本当に普遍的な速度の限界であることを、別の角度から確認する結果となっています。超弦理論などの最新の物理学理論でも、高速度は重要な役割を果たしています。これらの理論では、私たちの宇宙は多次元空間の一部であり、
高速度はその構造と密接に関係していると考えられています。このように、高速度の研究は現代物理学の最前線で、常に新たな発見と謎を生み出し続けているのです。高速度の研究は、私たちの日常生活にも思わぬ形で影響を与えています。例えば、カーナビゲーションシステムの GPS は、高速度の効果を考慮して設計されています。GPS の衛星は地球の周りを高速で周回しているため、時計の進み方が地上とわずかに異なります。この時間のズレを補正しないと、数百メートルもの位置誤差が生じてしまうのです。また、インターネット通信でも高速度は重要な役割を果たしています。光ファイバーケーブルを通じて送られる情報は、真空中の高速よりもやや遅い速度で伝わります。これは、ガラス製の光ファイバーの中では光の速度が約3分の2に低下するためです。このため、遠距離通信には必ず遅延が生じます。例えば、東京とニューヨークの間で通信を行う場合、光が往復するだけで約 0.2 秒かかります。これは物理法則による絶対的な制限であり、どんなに技術が進歩しても短縮することはできません。2024年には、量子暗号通信の実験で興味深い発見がありました。量子もそれを利用した通信システムでは、盗聴者の存在を瞬時に検知できます。これは、量子状態の観測が高速よりも早く影響を及ぼすように見える現象を利用しています。しかし、実際の情報伝達には従来の通信方法が必要で、やはり高速度の制限を超えることはできません。宇宙探査の分野でも、高速度は重要な制約となっています。例えば、火星に探査機を送る場合、地球からの制御信号が届くまでに最短でも3分から22分かかります。これは火星と地球の距離によって変化します。このため、火星探査機は多くの判断を自律的に行う必要があります。2024年に打ち上げられた最新の火星探査機には、高度な人工知能が搭載されており、この通信の遅延に対応しています。また、系外惑星の探査でも高速度は大きな課題となっています。例えば、最も近い恒星系であるアルファケンタウリで光が届くのに 4.3 年かかります。つまり、私たちが見ている系外惑星の姿は、少なくとも数年前の情報なのです。この時間差は、私たちの宇宙理解に大きな影響を与えています。例えば、100万光年離れた銀河を観測する場合、私たちは100万年前のその銀河の姿を見ていることになります。これを理解するために、タイムカプセルの例を考えてみましょう。遠くの銀河からの光は、まるで過去からのメッセージを届けるタイムカプセルのようなものです。2024年には、130億光年離れた銀河が発見されました。これは、宇宙が誕生してからわずか5億年後の姿を私たちに見せてくれています。この発見により、初期宇宙での銀河形成過程について、新たな知見が得られました。また、重力波天文学の発展により、高速度に関する新たな検証方法も確立されています。例えば、中性子星の合体による重力波と、それに伴う光の放射を同時に観測することで、重力波が高速で伝わることを直接確認できます。2024年には、これまでで最も精密な重力波と光の同時観測に成功し、両者の速度が驚くべき精度で一致することが確認されました。さらに、ダークエネルギーの研究でも、高速度は重要な役割を果たしています。ダークエネルギーは宇宙の加速膨張の原因と考えられていますが、その正体は依然として謎に包まれています。2024年の研究では、この加速膨張の速度が場所によって異なる可能性が指摘されました。これは、高速度や重力の性質が宇宙の大規模構造によって微妙に変化している可能性を示唆しています。この現象を理解するために、風船の表面に描いた点の例をもう一度考えてみましょう。今度は風船の表面の一部が他の部分より早く膨らむとしたら、点と点の間の距離の広がり方も場所によって異なるはずです。同じように、宇宙の膨張速度の違いは、空間の性質自体が場所によって異なることを示している可能性があります。また、最新のシミュレーション研究からも興味深い結果が得られています。スーパーコンピュータを使って初期宇宙の進化を再現すると、高速度が場所によってわずかに異なる可能性が示唆されました。ただし、この違いは非常に小さく、現在の観測技術では直接確認することが困難です。2024年には、次世代の超大型望遠鏡の建設も始まっており、これらの新しい観測装置によって、より詳細な検証が可能になると期待されています。高速度の研究は、
人類の宇宙進出にも大きな影響を与えています。例えば、現在計画されている恒星間探査では、高速度の制限が大きな課題となっています。最も近い恒星系に到達するだけでも、現在の技術では数万年以上かかってしまいます。2024年には、後半と呼ばれる新しい推進システムの実験が行われました。これは強力なレーザー光砲のような装置に当てて、その圧力で宇宙船を加速する方式です。理論的には、高速の 20% 程度まで加速できる可能性があります。しかし、それでも最も近い恒星に到達するまでに20年以上かかることになります。また、宇宙での通信方法についても、新たな研究が進められています。例えば、量子もつれを利用した新しい通信方式の開発が進んでいます。これにより、現在よりもはるかに効率的な宇宙通信が可能になるかもしれません。ただし、情報の伝達速度自体は依然として高速度を超えることはできません。このように、高速度は私たちの宇宙探査の可能性を制限する一方で、新たな技術開発の原動力ともなっているのです。最近の研究では、高速度と量子もつれの関係についても新たな発見がありました。量子もつれ状態にある粒子対は、どんなに離れていても瞬時に影響し合うように見えます。これを理解するために、二人の双子が離れた場所にいても同時に同じことを考えるような状況を想像してみましょう。ただし、この瞬時の影響は実際の情報伝達には使えないことが証明されています。2024年の実験では、1000km 離れた場所でも量子もつれが維持されることが確認されました。これは、将来の量子インターネットの実現に向けた重要な一歩となっています。また、ブラックホールの研究からも、高速度に関する新たな知見が得られています。ブラックホールの中心には、基地の物理法則が通用しない特異点が存在すると考えられています。この特異点では、高速度を含むすべての物理法則が破綻する可能性があります。2024年の観測では、超大質量ブラックホールの周辺で予想外の現象が確認されました。これは、極端な重力場での光の振る舞いが私たちの理解以上に複雑である可能性を示唆しています。このように、高速度の研究は現代物理学の最前線で、私たちの宇宙観を常に更新し続けているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。